ご視聴ありがとうございます。今回は先日公開した JR 総武線各駅停車の両国駅の動画の続編です。閉ざされたホームに入れる千載一遇のチャンスと、なんだか奇妙なホームが歩んだ歴史、そしてイベントの裏側にあるもう一つの歴史を解説します。ここぞとばかりに登場するレア幕たちにも注目です。前編から見ていただいた方がわかりやすいので、まだ見ていない方は概要欄から見てくださいね。私が今乗っているのは JR 総武線各駅停車の津田沼行きです。この路線は山手線の内側にある御茶ノ水駅から千葉駅までを結ぶ全長 38.7 キロの路線。御茶ノ水駅から西は中央線各駅停車に乗り入れ、中央総武線各駅停車とまとめて呼ばれることもあります。山手線や京浜東北線などと接続する秋葉原駅の一つとなり、ホームドアが整備された浅草橋駅を発車すると、次の両国駅との間で、列車は都内有数の河川、隅田川を渡ります。今では両国駅の東西に伸びている路線ですが、駅が開業した1904年から30年近く、両国から西側は未開業でした。開業当時、今の総武線は総武鉄道という私鉄の路線であり、隅田川を渡る橋を架けるのが難しかったことが理由です。川を渡ったところにあるのが、次の両国駅。もともと終着駅として建設された駅舎のため、正面は線路と直角です。隣の浅草橋駅とは異なる一面二線の構造。首都圏の JR でよく見かけるタイプのホームですが、今回大事なのは、ここではありません。発車する列車を見送ると、奥の線路に車両が留め置かれているのが見えます。あの車体形状とカラーリングは、東京から東、房総半島を走る特急で運用される255系です。そして車両の裏側には屋根があり、車両が留め置かれているのは、留置線ではなくホームのようです。車両の先頭部がこのホームから見えるので、回り込んでみます。ホーム上には人が歩いており、255系の手前にはパネルがあります。そう、これこそが、このホームで行われているイベント、若潮さざ波50周年、ありがとうフェスティバルです。若潮とさざ波はいずれも房総方面の特急列車で、若潮が外房線、さざ波が内房線系統で運行されています。なお、千葉支社のウェブサイトにある若潮号の編成表を見ると、5両と9両、10両で運行される列車がそれぞれあります。255系は9両編成で、5両と10両の列車は E257 系500番台で運行され、意外と255系で運行される列車は少数派です。そしてさざ波は、下り最終の6号のみが255系での運行です。しかも運行されるのは、朝の上りと夜の下りのみ。と休日は全列車運休で、通勤輸送に特化した設定となっています。さざ波はかつて君津から先にも運行されていましたが、房総特急共通のライバルである高速バスに押され、縮小を余儀なくされています。そしてこれら2つの特急は、京葉線経由の列車です。一方ここ両国駅の北側で地上に出るのは総武快速線。これは1991年、成田エクスプレスの運行開始に伴って線路を開ける必要が生じ、ルートが変更されたからです。その後のダイヤ改正を経て、現在では定期列車で総武快速線を走行する運用はありません。一方房総特急には、総武本線経由で東京銚子間を結ぶ特急潮騒もあり、こちらは千葉駅から東で総武本線に乗り入れるため、総武快速線経由のまま残っており、こちらは基本的に255系での運行です。なお、平日朝に1本だけ E257 系500番台で運行される潮騒4号の特徴的な姿を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。そしてこの潮騒4号に施されているラッピングは、若潮さざ波50周年を記念して、E257 系500番台のうち1編成に施されたもの。車両の運用が限定されていないため、潮騒号の運用に入ることもあるというわけです。1編成のみのレア仕様で、車内も特別仕様になっているだけに、車両が展示されていないのは残念ですね。そしてイベントの内容は、もちろん車両の展示だけではありません。千葉のご当地駅弁販売にふれあい動物園、今と昔の房総特急の展示など、メニューが盛りだくさんです。というわけで、早速会場となっているホームに行くため、一旦下の階層へと降ります。
向かうは、両国駅に2つある出口、東口と西口のうち、西口の方です。エスカレーターを降り、天井が低い場所を回り込んだ先にあるのが、今回のイベントが行われているホームへつながる通路です。そこにあるのが、両国ステーションギャラリー、3番線臨時ホーム入り口と書かれた看板。そう、この先にあるホームは臨時ホームで、普段は共用されていないのです。別の日に撮ったカットがこちらです。真っ赤な絨毯とおしゃれな照明、左中ほどにあるピアノで雰囲気が盛り上げられ、同じ駅構内でも他の場所とは大きく違います。なお、両側の壁面には、両国駅や行き交う車両の歴史をまとめたボードがあります。そしてこの日、通路は左右に仕切られています。ホームへの動線は向かって右側で、通路の右側が左側通行になっています。そして左側が、この日のメニューの一つ、房総半島にあるテーマパークである、マザー牧場のふれあい動物園。ここではウサギと触れ合うことができます。なお、この日の通路には、向かって左側にマザー牧場のパネルが、右側には、メニューにあった房総特急の写真展示があります。展示写真は撮影 NG なので動画にできませんでしたが、183系から E257 系500番内など、多様な車両の写真と説明書きがありました。通路の終端までやってきました。普段は左側から伸びる開閉式の柵で塞がれて、ここから先には入れません。赤い絨毯は階段にも続いており、雰囲気抜群です。そしてこの場所が、めったに入ることができない、両国駅の臨時ホーム、3番線です。1番線と2番線には路線名と方面案内が記載され、路線のラインカラーも入っていますが、3番線は灰色一色。臨時ホームという位置づけがよくわかる案内板です。構内をじっくり解説したいところですが、その前に用事ができました。この長い行列、これはイベントのメニューの一つ、貢献付き千葉のご当地駅弁販売の列です。イベント開始が午前11時、限定150食の駅弁をさばくための整理券は瞬く間になくなってしまいました。販売時間は11時から午後1時までだそうですが、わずか20分で完売です。停車中の255系がさりげなく出すレア幕を眺めながら、私の番になるのを待ちます。ちなみに特急ウイングエクスプレスは、1990年に運行を開始した臨時列車で、成田エクスプレスに必要な車両が揃うまで断続的に運転されていた列車です。お弁当は3種類、私は一番左をお買い上げです。そしてこれらのお弁当には、1個につき1枚、貢献のおまけがついてきます。お弁当はあっという間に売り切れてしまいましたが、このホームでは、内房線の和田浦駅の近くにある道の駅が臨時でお店を出し、各種商品が販売されています。このイベント自体や、先ほどのふれあい動物園は無料のため、こちらと駅弁が大事な売り上げになるというわけです。私は、千葉なしプリンをお買い上げです。そして駅弁とプリンは、ここで食べることができます。そう、ここに留め置かれている255系は、単に停車しているだけではなく、ドアが開けられ、車内に入れるようになっています。車内に入る前は検温とアルコール消毒が必須で、入り口では係員が人数をカウントしていました。このホームもそれなりにかさ上げされてはいるものの、それでも結構な段差です。なお、255系は9両編成ですが、入れるのはこの1号車から6号車まで。また、車内は一方通行で、途中のドアからの乗降はできません。人の流れを一方向に固定するのと、乗車人数を正確にカウントするのが目的のようです。一方車内に入ると、座席にはこんなものが。この車両は座れる人数が制限されているのです。左右2席ずつのうち、片側が互い違いに座れないようになっており、密にならないようになっているというわけです。このため利用できる人数が大幅に減っており、座席に座れない時間帯もありました。普通車のテーブルは肘掛けに収納されており、サイズは少し小さめです。お弁当だけでは喉が渇くので、先ほどの梨プリンと自販機で買ったヨーグルトもいただきます。このチョイスの理由、皆さんはわかるでしょうか？そしてこの線路は隣よりも一段低いため、右側には E231 系の床下が見えます。駅構内でこれだけ高さに差が出るというのは、非常に珍しいのではないでしょうか。なお、座席が一列置きになっているため、後ろを気にすることなくリクライニングし放題です。今回は営業運転ではないためか、
トイレやゴミ箱、洗面所はすべて使用できなくなっていました。また、4号車グリーン車は全席使用できなくなっています。普通車と乗り比べしてみたかっただけに、ちょっぴり残念ですね。6号車のドアから外に出ます。車内のゴミ箱が使えないので、ホームの端に代わりのゴミ箱が置かれています。そしてこの場所で床面の仕上げが変わっています。6号車を端にしたのは屋根の関係かと思ったのですが、そうではないようですね。まだよく見ていなかった構内、もっと詳しく見ていきましょう。屋根の支柱は左右に並んでおり、一見してわかる古い作り。柱の上についたライトが雰囲気を盛り上げますね。すでにお開きとなった駅弁売り場のあたりで屋根の作りが変わり、左側の壁が線路側に迫ってきます。ホーム自体はそれより多少広いようですが、それでもじりじりと幅を詰めていきます。変わった仕上げとなっているホームの端、その奥には保守用の車両が止め置かれています。5号車の中ほどで屋根は途切れ、先ほど通った6号車のドアの横で床の仕上げも変わります。そして7号車のあたりからは、展示ブロックとホーム端の間に白いブロックがつき、ホームの仕上げなどが徐々に変わっていくのがわかります。ホームの端では、写真撮影中の人たちが人だかりを作り、ヘッドライトがついた255系にシャッターを切っています。ただしこのチャンネル的に気になるのは、やはり反対側。保守用の車両や草の生えた線路の奥に、もう一つ、ホームのようなものが見えてきます。端はスロープで、表面はアスファルト舗装です。上には資材が大量に置かれ、屋根もなく、人の乗降に使われている形跡はなさそうです。ちなみに序盤で駅弁を買うために並んでいた間、このホームに車が2台乗り付け、資材の積み下ろしを行っていました。一旦会場を出て、改札へと向かいます。向かって右側、3番線ホームの延長上にある壁が駅舎の端のように見えますが、実はそうではありません。階段やエスカレーターで降りた先にある改札を出て、駅舎を外側から見た様子がこちらです。先ほど見えていた壁がこの部分、この駅舎は3番線ホームよりも横に張り出しています。そう、皆さんお気づきだと思いますが、先ほど見えていたあのホームこそが、前編であまり触れることのできなかった、駅の歴史に埋もれたもう一つのホームだったというわけです。この駅はもともと2面4線の構造であり、駅舎は線路に突き当たる位置に設けられました。その後、1932年に両国お茶の水館が開業した際、現在の総武線各駅停車が発着する1面2線のホームが追加されたのです。そして戦後、国鉄の輸送人員が激増する中で行われた輸送改善計画、通称国鉄5方面作戦が実施され、総武線も複線化されることになりました。新たに建設された総武快速線は両国駅のあたりで地上に出る線形になり、一部が既存の線路に重なるため、一番北にあった線路がなくなっています。線路を北に振れば施設を維持できそうですが、総武快速線の開業で長距離列車の大半が東京発着となり、両国駅を発着する列車が減ったので、土地を節約するために両国駅の構内を削ったようです。当時はあった屋根はその後撤去され、南側のホームも北側が削られた上で保線車両を留め置く線路が追加され、残っている3番線は臨時ホームになりました。空中写真で見ると、この駅の辿った変化がよくわかります。なお、序盤でも触れた通り、この駅の番線は南から順に付けられています。ただし建設時期は一番南にあるホームが最後。昔は北から順に番号が振られていたところ、線路を減らすのに伴って番号を付け直したのでしょうか。3番線を発着する定期列車は、2010年の新聞輸送列車の廃止で全廃されたものの、ここは都心にありながら定期列車がない貴重なホームとして残されており、臨時列車の始発駅になることもあります。また、階段だけだったこのホームには、これまでのカットからは気づかない、大事な特徴があります。9両編成の255系は下り方ギリギリに止まっていましたが、ホーム自体は11両分。イベントでは立ち入り禁止となっていたこのホームの上り方には、外へと出られる場所があるのです。駅舎の左側にある道を進みます。荷物の取り扱いはかなり前に終了しているはずですが、道路の文字が残っているのは、2010年まで行われていた新聞輸送列車のためでしょうか。そしてその横にある、かすれた白いマーク。これこそが、この両国駅を発着する列車の一つ、BB ベースのマークです。これは2018年に運行を開始した
サイクリスト向けの列車で自転車をそのまま積み込める設備があります。この先を右に曲がって坂を上がると、階段なしで3番線にたどり着くというわけです。改札口を通らないこのルートの整備や3番線ホームの改修が DB ベースの運行開始に伴って行われました。先ほどの登り方では、裏側へとつながる通路の奥に DB ベースの文字の入った幕があります。駅の歴史に飲まれた3番線は、新たな役割を得つつ、時たまこうして脚光を浴びています。時刻は午後3時を回りました。イベントはここで終了し、人々が出口へと向かいます。ただし、ここからもう少しだけ動画は続きます。隣のホームには、普段はいない駅員が配置され、安全確認を行っています。そう、イベント終了からおよそ30分、255系が返却改装されるのです。駅の下り方で線路は総武快速線の上り線に合流し、そのすぐ後で下り線へと転線します。日中でも一定の本数があり、平面交差となるため、わずかな間を縫って列車は走り出します。普段は閉鎖されているホームに好きなだけ入れるイベントでしたが、今回の主役である255系は登場から30年近くが経過しており、車体には老朽化が目立つところもあるなど、先行きが不安な感じです。また、総武線各駅停車のホームではホームドアの準備が進んでおり、この駅にはまだまだ変化がありそうです。次の開催予定は未定ですが、この歴史あるホームで255系を見られる数少ないチャンスは逃したくないですね。ご視聴ありがとうございました。